清願宗光です。今日は40代女性優子さんからのご相談です。女性だけの職場で働いています。私にだけ当たりが強い先輩がいて、先日仕事のやり方を注意されたために自分なりになぜそうしたかをお伝えしました。すると、もっと頭使ってよと急にキレられました。心配している上司にそのことを相談すると、あなたにその気がなくても相手は否定されたと思ったかもしれない、そう言われました。他人には強く当たるのに、自分が言われたら否定されたと思ってすぐに切れる人には今後どのような態度をとっていけばいいのでしょうか。もう正直めんどくさいです。不流是非という言葉があります。これが正しいとか、これは間違ってるとか、そういう基準を立てない、絶対的な基準を持たないということを意味します。まず今回ご相談の中にあったそれぞれの人々の登場人物の心の乱れが含まれていましたけども、全てですね、これは正しいとか間違ってるとか、そういう人をジャッジしたり自分をジャッジすることから来ている心の乱れなんだなと思いました。で、まずはですね、優子さんがもっと頭使ってよって叱られた、キレられたというふうに書いてありましたけども、あまり気にしないというか無視してしまえばいいと思います。これは仕事の指導というよりかは、どっちかというとね、ちょっと感情的になって怒りをぶつけている、そんな状況で出た言葉ですよね。具体的にこれをこうしたらいいよとか、もっとここをこうしてやりましょうねとか、そういう指摘じゃないわけですから、あまり真正面から受け取らなくてもいいんじゃないかと思うんですね。で、でもね、受け取らないでって言われてもね、実際に心が傷ついてしまったりするわけですから、なかなか簡単ではないとは思うんですが、まずこれは優子さんの問題であると同時に、もしかしたらそれ以上にその先輩の方の問題だと思います。自分の部下に対して、あるいは後輩に対して感情を込めてもっと頭使ってよって切れるという状況、できれば避けたいですよね。そんな人にはなりたくないなと私でも思います。説法なんかをするときによくこういう例え話を出しますけれど、人がその心ない言葉を言ったりする時って、その受け取る側の姿勢によってその言葉がどこに行くのか、その言葉によって心の傷がどっち側に残るのかということが変わると。例えば優子さんがどなたかに食事会に誘われてお家を訪ねたとしましょう。で、お家に訪ねて、料理をたくさん振る舞ってくれるわけなんですね。ただ優子さん、もしその満腹でですね、実は食事をしたばっかりで全然食べられないと、
あるいはすごく体調が悪くてどうしても一口も箸をつけることができなかった場合、その残った残飯ご飯は食事はどうなりますかね。招いてくださった友人のご自宅に残ったままですね、優子さんがお帰りになっても、そうすると招いてくださったご友人が仕方なく食べるわけです。捨てるわけにはいきませんから。で今回優子さんに先輩が放った言葉、それと同じように捉えてみれば分かります。もっと頭使ってよって感情を乗せて吐いてきた言葉、これは招かれて料理を出されたようなもんですね。手をつけるとやはり食べたくないのに手をつけると苦しいわけです。美味しくもないし、体調が悪いのに食べるから気持ちも悪いとかね。ですから出されたものは仕方ないので、出されたということはどうにもなりませんけれど、もっと頭使ってよって言われた言葉を頭の中で咀嚼しながら噛みしめながらずっと食べ続ける必要はないわけで、しかも頭を使ってないから優子さんは怒られたわけでは決してないんです。そうですよね、きっとそう信じていらっしゃるから優子さんはもう面倒くさいと相談の文章にも書いてくださったはずです。そんな面倒くさいなと思うような人から心が傷つくような言葉を吐かれたら、まずは簡単なことではありますけれどスルーしてしまう。その言葉の意味を考える必要もないし、噛みしめる必要もないし、そういうことを言う人なんだなで終わりです。それでまずは優子さんの心を優子さん自身で守っていく、それがまずは一番大切だろうなと思います。とは言っても職場の方ですからすぐにどうにもなりませんね。一度回避したりスルーできたとしてもずっと続くかもしれない、そんな思いが出てくると思いますし、事実そうかもしれません。でそのために保険のような対策として、これは私が思いついたアイデアですから役に立つなと思ってくださるようであれば参考にしていただきたいなと思うんですけれど、すごく強い言葉を言われたり態度を取られて本当に傷ついたっていう瞬間があった場合は、それを記しておくっていうのも一つ大切な対策、保険になるんだろうなと思うんですね。分かりませんからね、いつかどこかで何かがあったり、あるいは第三者に認めていただいた方が楽になるケースもあると思うんですよ。でそういう時にいわば事実をしっかりと説明できるような材料があった方がいいんではないかなと思ったんですね。で、信頼できる上司にご相談今回もされて、あなたにもそのつもりがなくても相手を誤解させてしまうようなことがあったかもしれないよと言われて、で優子さんはそれに対しても少し傷ついたように思いました。だけれどもここもですね、もしできそうであればご相談は続けていただいていいと思います。やはり第三者の人、特に上司となりましたら責任もある方ですから、そこに情報を共有するということは非常に大切なことだろうと思いました。だけど、少し心の観点ですね。
そっち側から見ると報告する際に自分の例えば傷ついた感情とか、そういう感想みたいなことをお伝えして、それに対する共感だったり承認を得ようとすると、必要ないところでさらに傷ついたり落ち込むことになりますよね。今回もそうだったんじゃないかなと思います。ですからあくまで上司である、信頼もできる方だ、この信頼のほとんどはおそらくお仕事の部分でとか職場の上司としてということだと思うんですね。だからこそ人としてとか、知人として味方してほしい、あるいは共感してほしい、認めてほしい、そんな気持ちがもし強いんであれば、強くなければいいと思うんですけど、強いんであればそれを緩める。そして報告する際も事実を事実のまま、ありのままで共有しておく。それが後でですね、何かあった際に盾になってくれたり、自分を守る保険になるんじゃないかと思います。私の立場であくまでお伝えできるのは、優子さんご自身の心を守る方法、優子さんの苦しみがちょっとでも軽くなる方法ですから、面倒くさいなって思う人のことを面倒くさくも感じないぐらいの距離感で突き放して離れて関わっていいと思います。不流ぜひ。もう自分の心の中ではあの先輩が間違ってるって決めつけちゃってですね、それ以降はあの先輩が正しいのか自分が正しいのかどっちが間違ってるのか、そういうことをいちいち考えるのに時間を使わない。それが少しずつでもできるようになると楽になると思います。優子さん、そして動画を見てくださった皆様に心から感謝いたします。ありがとうございます。